とご質問で多いのは顔ダンスの順番ですね。もう順番が決まってますかとか、顔の上からしていった方がいいんですかとかいうことなんですけども、こんにちは、おきゃんママこと加藤ひとみです。今日はですね、顔ダンスでよくいただくご質問ですね、それについてお答えしたいと思います。例えばですね、顔ダンスはいつやったら効果的かとか、あと順番は決まってますかなどあります。今日は一つ一つお答えしていきたいと思います。まずですね、顔ダンスの効果的な時間帯なんですけども、これはいつでも大丈夫です。おすすめはですね、寝る前なんですね。私自身はですね、湯船に入ってる時ってもう決めてます。以前はね、お布団に入る直前にやってました。でもそれだとね、すごく疲れてる時なんかついついもうそのままお布団の中に直行みたいな感じになっちゃうんですね。お風呂は必ず入りますね。で、湯船にも浸かりますので、もうその時ってもう決めたんです。結構湯船に浸かってる時ってぼーっとしてることが多いんですよね。だから今やろうという感じでやってますね。お風呂でやってよかったなと思うことは、湿度が高いので乾燥しにくいというのがありますね。で、よくシワを気にされる方がいて、実際顔ダンスをしたからって言って動かしたらシワができます。で、それが定着することはないんですね。湿度が高いところでやるとさらに動かした時の小じわが寄りにくいんですね。で、それもあるので今お風呂でやるのはいいかなとちょっと私も思ってますね。あとはですね、お風呂の湯船に浸かってる時っていうのは血流がすごく良くなってるので、筋肉も活性化されやすいんですね。で、その時にトレーニングするとすごく効果的ですね。あと何よりも絶対やりますよね。湯船に入った時にやるってもう決めておけばね、この方法にして私はもうかなり長いですね。かといって夏場なんかシャワーだからっていう時もありますもんね。時間帯は例えばメイクの前にするっていう方もいらっしゃいます。で、それはそれでいいんです。メイクの前にすると寝てる間に表情が固まった状態になってるので、すごくほぐれていい表情で一日がねスタートできるっていうのがあるんでね、通常は1日1回でいいんですけども、夜寝る前もしくは湯船に入った時、それと朝メイクの前、この2回が理想かもしれません。メイクの前にするっていうのはそれなりにちょっと効果的なんですよ。表情がすごく良くなるって先ほどもねお伝えしましたけれども、笑顔がね作りやすくなるんですね。とにかくご自身がゆったりした気持ちの時が一番ベストです。あとご質問で多いのは顔ダンスの順番ですね。もう順番が決まってますかとか、顔の上からしていった方がいいんですかということなんですけども、順番は関係ありません。何から始めてもいいです。顔ダンス完全マスター編再生リスト作ってるんですが、それは1番から順番がついてますけども、別にその通りではなくてもいいです。とにかく1日1回は顔の各筋肉を動かしておくということが大事なんですね。だから何からやってもいいですよ。これが一番気になることかな。効果はいつ頃出ますか。これもよくいただくご質問ですね。顔の筋肉はですね、生まれ変わるのに約3ヶ月かかると言われていますので、3ヶ月が一つの目安になります。でも実際にはですね、今まで動かしてなかった顔の筋肉を動かすのでとても表情が良くなるんですね。これはもう1週間ぐらいで表情が動かしやすくなったなとか、笑顔が作りやすくなったなっていうのは気づくと思います。早い方では2週間ぐらいで目の下のたるみが良くなったような気がするとか、一番多いのはですね、フェイスラインですね。この辺りのもたつきが減りました、てきめん減りましたっていう。で、顔ダンスはね、表情筋を動かしていくんですけれども、効果はね、一番最初に出るのはこのフェイスライン出ます。特にこの顎の下のこの無駄なお肉とかが取れやすくなってきますね。あとフェイスラインがシャープになってきます。ここのお肉が取れるだけでもすごく顔が小さく見えるんですよ。早い方はそういうのを1ヶ月ぐらいで感じる方もいますし、これも本当に個人差なんですね。普段からですね、表情が豊かな方ですね、そういう方は効果が出るのが早いです。一方ですね、割と顔に考えてることが出ない方とかいますよね。若干ね、顔の筋肉が硬くなってる可能性があるので少し時間かかるかもしれませんね。これもね、とても個人差があります。で、目の下のたるみに関してはちょっと時間かかります。先ほどね、お伝えしましたように顔ダンス自体は顔のこの周りから内側にかけて若返っていきますから、最初はフェイスラインであったりとか顎周りであったりとか、次に頬が上がってきて、頬が上がってくると目の下のたるみと同化しやすくなって、ここがフラットになってくるので、頬が高くなって頬の筋肉も鍛えられて、そして眼輪筋そのものも鍛えられて、初めて目の下のたるみに改善に効果が見えてきますよ。目の下に関してはですね、やっぱり長い方で 2,3 年かかる方もいらっしゃいます。どれぐらいたるんでるかにもよるんですね。あとどこまで求めるかなんですよね。完全に目の下のこの膨らみがなくなりたい
っていう方もいるんですよ。そういう方は少し時間かかるかもしれませんけど、実際に目の下のたるみがなくならなくても頬が上がることによって少しこの膨らみが持ち上げられるんですね。そうするとこの目の下の膨らみが涙袋みたいに見えるんですよ。あれがあるととても可愛いんですよね。でその涙袋のように見えるようになる可能性があるんです。もうそれで OK ということもあるんですね。だから目の下のたるみを完全になくしたいと思うとかなり時間かかりますし、目の下のたるみ自体が老けて見えなくなったらそれはそれで改善してきたとも言えますからね。あとちょっとね、このウインク運動をよくしていると目尻が上がってきます。眼輪筋自体のここに張りが出てくるんですね。ここにウインクするとここ上がりますよね。でここが高くなってくると若く見えるんです。それだけで年齢重ねると眼輪筋がこうわってこう流れてくるので目尻を引っ張っちゃうんですね、下に。そうするとこうちょっと疲れた感じになりますよね。若い方っていうのはここがふっくらしてますからね。それだけでもすごくちょっと若く見えますよね。一番気になるところは効果についてですよね。目安は3ヶ月。いやいや私半年やってるけど若返ってないわとか、まだまだちょっと気になるところがあるわっていう方はもうちょっと頑張っていただきたいんです。とにかく表情筋を動かし始めた時点で顔のたるみが完全にストップはしないにしてもかなりたるむ速度が緩んできますからね。だから現状維持で OK と思うかですよね。何もしなかったらもう間違いなく顔っていうのはたるんでくるし老けた感じになってきますから、やり始めた時点でとりあえずは現状維持でもまずとりあえずは満足するぐらいの気持ちでやらないとすごくしんどくなります。毎日毎日かなり長い時間やるっていうのはかなりハードでありますし、意外とそういうのって続かないんですね。10分から15分20分ぐらいをコツコツやっていく、現状維持でしばらくいくぐらいでもいいかなぐらいの気持ちでやる方が気持ち的にも負担がないし、結果的には時間が経ったらすごく若返ったって自分で思えるなとかね、それでもなんか去年よりも顔が上がった気がするとかね、去年よりも二重顎が改善してるって思えたらとてもいいですよね。ですのでね、顔ダンス焦らないでコツコツやってください。もう一生の課題だと思うといいと思うんですよね。やめた時点で顔たるみます、間違いなく。これはもう体の筋肉のことを想像していただいたら分かると思うんですけども、すごく筋肉を鍛えてるアスリートでもスポーツをやめた時点で体って緩んでくると思います。間違いなくね。もう体で皆さんご存知だと思います。それと一緒です。顔も顔ダンスをやめた時点でそこからまた老化が始まりますから、だからもう一生続けるぐらいで気楽にいきましょう。精神的なものってすごく大きいのでね、気負わずに毎日少しずつ続けていったらいいなと、それぐらいの気持ちで頑張ってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは私が実際に検証して若見えに効果があると確信した方法を毎週お届けしています。この動画がいいなと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。おけんママの詳細は下の概要欄でご確認ください。それではさようなら、おけんママでした。